なしでですね、1歳かなしでちょっと実がなってたので持ってきました。まだね盆栽としてはまだ全然なんですが、今年はちょっとね実りを楽しもうと思って2つだけ残して、見てます。はい、もじゃもじゃホップの似たような感じですね。葉っぱもねこの形もやっぱ良くて、尻は良いですね、寄せ植えにしても。はい、で今日は、赤松の芽切りですね。はい、去年もやったんでちょっとどうかなと思ったし、他のね方のチャンネルなんかでもやってらっしゃるので、詳細はそこをちょっと見てみたらよろしいんじゃないかなと思ったりするんですが、これは簡単にすぐ終わってしまうので、ちょっとやっちゃって、あと去年この時期か7月ぐらいかに、芽切りしたやつを刺しといたんですよ。ちょうど1年前ですね。それがどうかな、芽が出てるのかなっていう感じのやつがあるので、それをちょっと、引っこ抜いてみようかなと、そういう、作業にしようと思います。はい、ボソボソですね。松の芽切りは、丹波法か単葉法ですかね。すごく芽が伸びる力が強いので、それを土曜の前ぐらいに切ってですね、土曜っていつだわかんないけど、7月の、七夕ぐらいかな、そのぐらいに新芽を切って、あと葉っぱをちょっと透かしてですね、2番目弱い2番目に作ると、それで短い芽が出揃うので、締まったね、全体的に締まった木が乾燥期の、秋とか、休眠期とか、そういう冬にね見られると、そういう方法ですね。黒松は7月の、七夕ぐらいか、7月の私は10日ぐらいにやってるんですけど、もっと遅めにやる方もいれば早めにやる方もいらっしゃるし、地域によってですね。あと赤松は黒松よりちょっと2番目出す、準備するのが少し遅いので、それよりちょっと前倒しの、黒松より2週間とか3週間とか、3週間で早いかな、だいたい2週間ぐらいかな、前ぐらいに、切っちゃうと。だからちょっと私の作業ちょっと遅いんですけど、全然そんな厳密に、大丈夫なんで。赤松くんはですねすごく元気なんですけど、ちょっと抜いてみたら金婚くんがコンコンっている感じですね。じゃあ早速、ちょっと芽切りからやろうと思います。芽切りの実際は、春から伸びてきたこの新梢のところを、少しね緑のところ残して、力ためるところ残して切っちゃうということなんですよね。で完成に近い木、枝のほとんどできてて、あとは小枝作っていこうっていう時はですね芽切りをしますし、完成した木でもちょっとここは伸ばそうという時がねあったりするんで、そういう時はですね目的に応じて目摘みで済ませたりとかですね、そういうふうに必ずやらないといけないっていう作業ではないんですけど、目的に応じてやっていくっていう感じですね。あと毎年やったらやっぱね枝が弱ってきちゃうんで、そういうのはですね樹勢に応じてやると、もちろんこれ非売しないとですね基本的にはできない作業なんで、ちょっとね何のためにやるのかっていうのを考えるといいですね。そうこうやってるともう全部ね新芽は切っちゃったんですけど、これもあるか、これでね第一段階は終了です。あとは残した芽の葉っぱをですね透かしていくっていう感じですね。1箇所からこう出てる3本から5本ぐらいかな、そういうの数残して、あと次からね出てくる芽の力を少し抑えてあげるっていう作業をします。
こういうのとかは1箇所から結構たくさん出てるので、これをまあ3対とかですね、4対とかそんくらいに整理してしまいます。適当な本数でこうちょこっとこういう風に今ね3対かな、ちょっと下の方にもあるけど、基本こういう感じで、切っていきます。よし、こんな感じになりました。ちょっと弱い目、中の方にある少しこういう弱い目ですね、こういうの、これですね。これなんかはまだ全然目切りするとこないし弱いので、力をつけるためにそのままにしてあります。ちょっと長い毛じゃないや、葉っぱか、長い葉っぱもこのまま伸ばしておくか、ちょっとね葉切りするっていうのもいいと思うんですけど、このままにしておきます。これも同様ですね。これモニョモニョしてるんで、チャカチャカ切ると。人によってはもっと透かす人もいるんですけど、これじゃ全然もっと透かせよってね、私もよく怒られるんですが、赤松なんでこのくらいにしておきます。こういうところは、一応3本残していたりとかして、弱いところは少し多めに残していたりとかしています。これで赤松の目切りはこんな感じで終わりですね。それでこういうね切ったやつ、こういう赤松のね素材ってすごいね貴重なんで、こういうのをね刺すんですよ、刺し目としてね。多分こういう弱っちいのは刺してもねつかないと思うんですけど、中にはこういうちょっとね元気のある枝なんかあるんで、これをね刺しておいてもね素材になると思うんですけど、それを刺したのが去年あるんですよね。これなんですよね。去年もう1年経ってるんですけど、で松の刺し目ってなかなか発根率が悪いみたいで、去年私もいろいろ試してみたんですよね。もちろんオキシベロンとかルトンとかそういう発根促進剤も使いましたし、ちょっとねお湯湯煎してみたりとかですね、そういう文献があったので、発根しにくいものはちょっと温かいお湯にちょっとつけるといいとかね、そういうのがあったんでやってみたりとかしたんですけど、なかなか良くなくて、本当は去年刺したのこれ赤と黒だけをもう5060本ぎっちり刺しといたんですけど、ほとんどやっぱり枯れてしまいました。で多分こういうのまだ緑ですけど、新芽が動いてないのはただ水吸い上げてるだけで、ただ生きてるだけっていう状態なんで、多分根っこ出てないんですよね。ほらこんな感じで、もう生きてはいるけどもう何もできませんよっていう感じですね。だからこれは失敗かなという感じで、1年経ってもこの状態なんで、もうこれは枯れていくだけだろうと思います。これ赤松ですよね。赤松はもう30本ぐらい刺したんですけど、これが最後かな。でもう全滅でしたね。でこういうのがあるんですよ。新芽が伸びてきてるやつ、動いてきてるやつですね。これはもしかしたら根っこ出てるかもしれませんね。こういうのもそうだし、これもそうですね。これもそう。だからもしかしてと思います。これも無理ですよね。あれ？違った雑草だった雑草だった。雑草の根がこうついてて、このひょろってなってるの根が寝てるように見えたけど、これも心配でしたという感じでね、ほぼね良くないんですよ全然。これもそうですね。やっぱもう全然根は出ません、残念ながら。だからちょっと抜いてみようかな。本当はこういうの取り木とか松の取り木とか刺し切ってなんか 2,3 年そのまましとけって言うんですけど、ちょっとね気になっちゃうから抜いてしまいましょう。いけるかな。ちょっと根を傷めないように、ちょっともうなんか手応えがありますね。スルッといかない感じがします。いけた。ね出てますね。よかったよかった。はい成功。これは成功でしたね。1年経って新梢伸びてきたやつはいけたやつってことですかね。い
よかったよかった。これも出てました。結構しっかり出てますね。はい、これも出てました。ほとんどはこういう感じでもうダメだったんですけど、結構出るやつは出てましたし、すでにこの筋根筋がついてたりとかしてました。大丈夫かな。7本これ根が出てて、しかもこれ赤松がのかけらが1本こうニョロって出てきてましたね。これ危ないですね。すぐなんとか土に戻して鳴らさせてやらないとこれ枯れそうなんですけど、赤松も出てました。はい。だから確率的には1割もならないんですけど、まあ出るには出るという感じですね。60分の1234567本だから、黒松に関してはまあ1割ぐらい、これはもう1割にもならないぐらいの確率で根が出ました。はい。まあいいんじゃないですかね、素材増えて。ということでね、今年もまたねこの辺の子たちさせちゃうのかもしれないですけど、どうかな、わかんないですけど、今年はこんな感じで良い成果が出ましたね。芽切りした後の芽は無駄にせず、ぜひさせてみてください。